鬼滅の刃。2022年現在では、遊郭編のテレビアニメが放送真っ只中、鬼滅の人気は衰えることがありません。これから先も、刀鍛冶の里編、柱稽古、無限城、最終決戦へとエピソードが続いていきます。ここで考えました。好きなエピソードランキングをつけてみよう。原作勢が選ぶエピソードランキング。ネット上にもその手のランキングがいくつかあり、まとめるとこんな感じ。1位、無限列車編。2位、無限城編。3位、ナタグモ山編。4位、竈門炭治郎、立志編。5位、遊郭編。6位、現代編。7位、刀鍛冶の里編。このランキングはアニメ遊郭編の放送前のランキングなので、おそらく今は遊郭編がトップ3に食い込んでくると思います。あと、最終決戦はここには入っていません。無限城編にまとめられてる感じ。皆さんは、このランキングを見てどう思いますか？あなたなりのランキング、コメント欄に書いていってほしいです。僕なりの、独断と偏見によるランキングも、これから発表します。ランキング対象は以下の通りです。竈門炭治郎、立志編。サイコロステーキ編。無限列車編。遊郭編。刀鍛冶の里編。柱稽古編。無限城編。最終決戦。現代編。こんな感じでしょうか。立志編もいろんな戦いがあるけれど、ここは一括りにさせてもらいました。ということで、いいねと共有ボタンからのリンクコピー、チャンネル登録と通知のオンなどよろしくお願いします。では参ろう。第8位。8位は現代編。ここは編というよりは、エピローグみたいな感じ。原作204話で、サザエさんの家みたいな感じになって、そこから205話の現代編へと突入していきました。204話の最後を見たとき、アニメ遊郭編の最終話を待つような感覚になったのを覚えています。204話の最後にはこう書かれていました。そして時は流れ、時代は現代、次号最高潮、センターカラー大蔵24ページ。やはりここで完結かと、最終話とはあえて書かないこのスタイル。センターカラーだから完結の可能性は高い。もやもやした記憶。皆さんも覚えているのでは？そして205話、大正から現代へ。場所は東京。子孫や転生者、思わぬサブキャラクターの登場もあり、すごく平和な最後を迎えた鬼滅の刃。多くの人から惜しまれた完結。もっと見ていたかった。その気持ちは、映画、無限列車編で爆発。そして遊郭編での絶頂へ。23巻で完結という絶妙なコミックスの関数は、新規参入者を呼び込みやすい要因となりました。そして、UFO テーブルの素晴らしい作画。この作画のおかげで、鬼滅のアニメは完結まで行く可能性が濃厚。遊郭編で終わるはずがない。刀鍛冶の里編、柱稽古編、無限城編、最終決戦、そして現代編へと、必ず最後まで映像化してくれる。そう信じています。第7位。7位は柱稽古編。ここも戦いはなく、編というよりはサブストーリーのような扱いなので、僕的には7位となりました。刀鍛冶の里編から7日後に目覚めた炭治郎。太陽を克服した禰豆子は、外を歩き回れるようになりました。そして、産屋敷邸での緊急中合会議。親方様は病状の悪化により、中合会議には参加ができていません。日の光を克服した禰豆子を狙い、鬼物事務山が動き出す。そのための対策を話し合う中合会議。主にあざについての話題となりました。竈門炭治郎、時藤無一郎、甘露寺光。共鳴するようにあざが発言した者たち。その原理を無一郎が皆に伝えます。そして、それぞれがあざ発言に向けての修行を行っていきます。そして柱稽古へ。柱より下の階級の者が、柱を順番に巡り、稽古をつけてもらう。基本的に忙しい柱ですが、禰豆子の太陽克服以降は、柱にも余裕が生まれました。鬼の出没がピタリと止んだからです。お多分に漏れず炭治郎も、それぞれの柱の元を訪ねていきます。富岡義勇、宇髄天元、時藤無一郎、甘露寺光、井黒小花井、品津川実美、姫島行明。柱ごとのバリエーションに富んだ稽古スタイル。富岡義勇については炭治郎だけが尋ねており、胡蝶忍は柱稽古には不参加。裏で静かに動き出す何か、徐々に無限城編へと流れは変わっていきます。
柱稽古編は、柱好きにはたまらないエピソードでしょう。ここは評価が分かれるところ。皆さんは、柱稽古編についてどう感じますか？あなたのランキングも教えてくださいね。第6位。6位はかまど炭治郎、立志編。ここは編でまとめるには長いエピソード。戦いとしては、歩道の鬼、手鬼、沼の鬼、すさまる、矢幅、境外、ルイとの戦いがありました。ここはアニメでの放送がすでにありましたので、とても人気なエピソードとなっております。鬼滅人気が真に爆発したのも、神回と言われるアニメ19話の日の神があったからこそ、UFO テーブルの作画に世界中が驚かされ、それが無限列車編の大成功へとつながった、リアクション動画が流行り出したのも、このあたりからでしょうか。鬼滅はだんだんと面白くなっていく作品です。最初よりも最後の方が断然面白い。戦いの迫力も比べ物にならない。さらに今回の遊郭編のアニメで、だんだんとグレードアップしていく戦いを見ることができた。日の神よりも無限列車編、無限列車編よりも遊郭編、そして、刀鍛冶の里編でさらなるレベルアップ。少なくとも、遊郭編と同等の作画が期待できます。そこから、柱稽古編で一旦は休息を取り、無限城編、最終決戦で再度鬼滅人気が大爆発。最終決戦の頃には、鬼滅人気が世界中でヤバいことになっているはず。想像するだけでも楽しいです。第5位。5位は無限列車編。なんで無限列車編が5位なん？そう言われるのも仕方がありません。でも、無限列車編は序章に過ぎないのです。確かに無限列車編は、千と千尋の記録を塗り替え、日本の映画で1位となりました。煉獄さんは400億の男、世界で500億の男。ここに勝るものはないだろう。その気持ちもわかります。しかしここから先に、無限列車編を超えるエピソードはまだまだあります。この先がアニメや映画になったことを踏まえると、僕の中では無限列車編が5位となりました。でもやっぱり、無限列車編は素晴らしかった。忘れもしない。2020年10月16日。あの頃の僕は身も心もズタボロで、生きる活力を煉獄さんからもらった。煉獄さんの言葉の一つ一つが、自分を生かしてきたのだと、今振り返るとそう思います。言葉って大事。第4位。4位は刀鍛冶の里編です。刀鍛冶の里編はつまらない。たまにそんな意見も見ます。まあ、無限列車編とか遊郭編のアニメを見ちゃうと、そう思ってしまう人が出てくるのも必然。でも言わせてもらおう。刀鍛冶の里編はつまらなくない。刀鍛冶の里編は面白い。当たり前です。なんてったって、柱 ×2 の上限 ×2 なのです。面白くないわけがない。まあでも、刀鍛冶の里編はつまらない勢の意見も見ておきましょう。一つは鬼の感情移入の点。敵は玉子とハンテングという、サイコパス、悪、といった感じの二人。過去の描写もほとんどありません。ハンテングの走馬灯に過去が一瞬映るくらいで、とても感情移入できる部分ではないでしょう。ただ、そこを穴埋めするのが柱の二人です。特に霞柱、時藤無一郎。瞳にハイライトが戻り、無一郎が立ち上がるあのシーン。主人公と言っても過言ではない。悲しい過去の回想からの無一郎の復活。ファンの多い無一郎ですから、ここに期待している人も多いでしょう。霞の呼吸と玉子の決起術。素人意見ですが作画が難しそう。上限相手に一人で勝利してしまう無一郎の凄さ。今までの戦いとは一味違います。そして甘露寺光も負けていません。ハンテングは上限の死。特殊な強さで強敵なハンテングを相手に、最後まで戦い抜いた光。ハンテング、増白天の決起術は、広範囲の木の竜を召喚するというもの。さらに分裂体の全ての決起術も使用可能。本体が本体なだけに、光一人で倒すことはできませんでしたが、最後まで戦い抜いたのはすごい。さすが柱です。柱 ×2、VS 上限 ×2 というパワーワードを引っ提げている刀鍛冶の里編ですが、善逸と伊之助が未登場ということで、ここがつまらないと思う人も多い様子。確かに、二人のファンにとってここは致命的。なんとも言えない。まあでもほら、アニメ勢からしたら、二人が登場するかどうかもわからないわけですし、原作勢は、刀鍛冶の里編がつまらないとは言わないでしょ。あと、やっぱり期待はしちゃうよね。ここまでアニメ1期、無限列車編、
遊郭編とレベルアップしてきたのですから、刀鍛冶の里編には自然と期待感が高まる。面白いものは面白い。とはいえ、ランキングとなると、ここは意見が分かれるところかもしれない。皆さんは刀鍛冶の里編についてどう思いますか？コメント欄によろしくです。第3位。いよいよ3位の発表です。3位は遊郭編。これで決まり。アニメの影響も大きいけれど、なんといっても絶望からの復活展開。最後の悲しい鬼の過去での大どんでん返し。宇髄天元は柱最強かもしれない。姫島さんにはかなわないとしても、他とは十分渡り合える実力がアニメで証明された。かまぼこ隊の活躍も目立ちました。無限列車編での悔しさを見事なまでに晴らしてくれた。笑いあり、興奮あり、涙ありの遊郭編。すべてが詰め込まれた。そんな印象のエピソードでした。鬼滅は完結しているがゆえ、一つ一つのエピソードが大切。UFO テーブルが大事に扱ってくれているのが、作画を通してひしひしと伝わってきます。泣きたいときは、アニメ遊郭編11話を見よう。これが2022年の流行語。第2位。2位は無限城編。ここも意見が分かれるかも。無限城か最終決戦か。ここからワニ先生の無慈悲が始まる。遊郭編、刀鍛冶の里編は、主要キャラの死亡がありませんでした。しかしここからは違う。無限城では胡蝶忍、時藤無一郎、品津川剣也の3人。最終決戦では神田寺光、井黒尾花姫島行明の3人の尊い命が失われることとなりました。他にもサブキャラクターは亡くなっていますが、主要キャラはこの3人と3人。人数は同じですが、僕は無限城編を2位としました。理由は1位で語りたいと思います。無限城編では、5つもの壮絶なバトルが繰り広げられました。胡蝶忍 VS 道馬、善逸 VS 海岳、炭治郎&義勇 VS 赤座、カナオ&伊之助 VS 道馬、姫島さん、無一郎、実美、玄也 VS 国志望の5戦。人間10名、鬼4名の壮絶な戦い。無限城編は、今までの戦いとはレベルが違いすぎます。胡蝶忍の命を懸けた戦い、善逸の奥義、赤座とのリベンジ戦、感動の過去、道馬の決起術、そして国志望戦での無慈悲。国志望の月の呼吸は作画が大変。今からそういう声も目にします。実美や姫島さんの呼吸にも期待が高まります。最強の男がアニメで大暴れする。ここでようやく姫島さんが日の目を見る。語り出すと夜が明けてしまうほど、無限城編は見どころが盛りだくさん。皆さんは無限城編のどこに注目していますか？コメント欄で教えてください。第1位。1位はサイコロステーキ先輩編。たった40秒の登場。彼は伝説となりました。というのは冗談です。動画を閉じないでください。1位はもちろん最終決戦。ここにも全てが詰め込まれています。無限城編を含めて最終決戦と呼ぶ人もいるようですが、僕は無限城編と最終決戦を分けています。登場する主要キャラは、鬼の鬼物事務山と人間がいっぱい。義勇、炭治郎、姫島さん、実美、尾花三里、善逸、伊之助、カナオ、村田さん。鬼ですが、義郎も味方の一人。このうちまともに戦えるのは、村田さんと義郎以外の総勢9名。鬼物事務山 VS9 名の人間。このうち3人が死亡。義勇、炭治郎、三里、善逸、伊之助は、無限城編の前に鬼と戦う姿が描かれていますが、姫島さん、実美、尾花カナオは、無限城での戦いが作中での鬼との初バトルとなります。特に尾花に関しては、まともな鬼との戦いは、鬼物事務山が初戦。そのため尾花の活躍が強く印象に残っています。最終決戦の見どころとしては、これまた多すぎる。鬼物事務山の決起術、炭治郎の死亡、頼一の過去、尾花の過去と覚醒、義勇と実美、二人はプリキュア、ボロボロになるみんな、炭治郎復活、玉代と忍の薬、無惨逃亡、禰豆子人間化、立ち上がるみんな、迫る夜明け、親子カメハメハ、ベイビー無惨、三人の死者、炭治郎鬼化、禰豆子到着、カナオが持っていた薬、柱の手、そして決着。まだまだあると思う。遊郭編の戦いでここまで盛り上がっているのを見ると、最終決戦はどうなってしまうんだ。
今からでもわかる。毎週神回確定です。夜明けまで90分という要素が、どうアニメに活かされるのか、タイマー式映画、なんてのも面白い。実際に90分で、最終決戦の様子をリアルタイムに放映する。90分にまとめるのは難しいかな。僕の想像は伝わるかな。とにかく、最終決戦が神回確定なので、ここまでアニメ化が進まないということは、120% ないと僕は信じています。無惨の決起術も凄そうだし、全員が立ち上がるあの姿も泣ける。皆さんは、最終決戦についてどうお考えでしょうか。また最終決戦についても振り返ってみたいと思うので、ぜひぜひ感想をお聞かせください。ということでまとめです。まとめ的なもの。振り返ってみると、まだまだ考えていきたい部分が多いなと思いました。遊郭編のアニメ解説も好評ですので、細かい解説は今後もしていきたいです。刀鍛冶の里編、柱稽古編、無限城編、最終決戦。主要なエピソードはまだ4つあります。どこかで映画を挟むような気もしますが、全部アニメでも申し分はない。無限城編に突入すると、続けて放送という流れになりそうな気もするので、ちょっとこのあたりはまた別の動画でじっくり考え直してみたいと思います。皆さんの好きなエピソードランキング、ぜひコメント欄に置いていってください。アニメ化に対する期待度でも構いません。ちなみに、僕は4月からタイに行こうと目論んでいます。タイでの鬼滅の認知度や人気についてなど、お伝えする場面があるかもしれません。ということで、今回の記事は以上となります。それではまた。